今日のお題は、これです。これって、何の変哲もないシルバーだが、どういうこと？そろそろ、筆でのシルバー塗装を練習しておきたいな、と、白い銀塗装が必要なリクエストがいくつも来てるもんな。いざとなった時に、できませんじゃ通りませんからね。はい、まずは、練習も兼ねて、塗り方と希釈度別に4パターン塗ってみましょう。また、プラ板か。何か問題でも、バカの一つ覚えか。題材として用意しやすいんですよ。気持ちはわからんでもないがな。ボタンとか碁石とかも考えたんですけどね。まず、いつも通りの5倍希釈です。そして、塗り方のタッチもいつも通り、多めに塗料を含ませて、プラ板に置いていく感じで塗っていきます。これで、うまくいくんだったら、そんなに悩むこともないもんな。まあ、1回目は、こんな感じですね。いつも通りのムラ放題状態だな。塗り重ねに行く前に、次の塗り方に移りましょう。4パターンやるんだもんな。次は、希釈度5倍で、筆の塗料は控えめにして、塗料が均等に乗ることを重視し、塗り進めます。結果は、1パターン目とほとんど変わらないな。まあ、1回目からは、違いは出ないっぽいですね。そして、3パターン目からは希釈度を変えます。2.5 倍希釈で普通の塗り方を試します。濃いめの塗料でどうなるかだな。当たり前だが、5倍希釈よりも、発色している印象だな。そして、最後が 2.5 倍希釈で、筆に含む塗料少なめのパターンです。どれかのパターンでうまくいってくれるといいな。結果は、言うまでもなくムラムラだ。ここから重ね塗りに入りたいと思います。はい、では、これが1パターン目の結果です。まあ、それなりかな。でも、ちょっと筆がタッチした跡が見えてます。確かにその通りだな。この跡が一番目立たないのが、最良の塗り方です。次が、2パターン目、5倍希釈の、塗料控えめ塗装です。筆がタッチした後という意味では、少し目立たなくなった感じかな。塗料が均等になるように、気をつけた方がいいということですかね。当たり前といえば、当たり前だな。そして、塗料 2.5 倍希釈モードの、通常塗装法です。5倍希釈の通常時と、そんなに変わらないか。ただ、塗料がやや硬いせいで、塗面自体がデコボコし始めているので、ちょっと微妙なんですよね。2.5 倍はダメかもしれないな。そして、最後のパターン、2.5 倍希釈の控えめ塗装です。正直、よく見ても、違いがわからなくなってきた。状況は、パターン3と同じで、2.5 倍希釈の悪いところが出てしまってます。それじゃあ、決まりだな。右上の5倍の控えめ塗装が王者の道だ。そんな風に問屋がおろしてくれるとでも、そもそも問屋がおろす品物じゃない。そんな回答を望んでません。こっから、下塗りとか、プラ板の状態別に検証します。今回用意したのは、下塗り6種と、表面をヤスリがけで荒らしてみた2種です。合計8種類だな。なんで、艶ありの下塗りがないんだ。手元に灰色の光沢色がなかったからです。で、その他も半光沢で揃えました。そこは、買ってこいよ。すみませんでした。では、早速塗装です。4倍速でお送りしていきたいと思います。
とりあえず、4回ずつ塗装した結果です。すぐに気がつくのは、黒の下塗りだな。4回塗装では、足りなさそうですね。シルバーの下地は黒って、定番のように言われるけれど、筆塗りでは、ちょっと苦しいのかもしれないな。傾向としては、艶消しの方が、筆の跡が目立たないです。ただ、質感は、艶消しのそれになるから、そこは、注意だな。それでは、一つ一つ、もう少し見ていきましょう。白の半艶下地です。なかなか良さげだな。申し分ない状態と言えそうです。艶消し白の下地です。わかりにくいかもしれませんが、質感が艶消し気味になってます。灰色の半艶下地です。塗ってる途中で感じたのは、色ムラが一番出にくいってところでしょうか。筆の跡が若干見えてしまってるな。そして、灰色の艶消し下地です。まあ、取り立てての特徴もないな。やはり、白下地の方が無難に見えます。セミグロスブラック下地です。黒がアピールしてくる感があるな。もう1回塗れば良くなるかもしれません。そして、艶消し黒下地です。艶消し感は一番だな。これも、もう1回の塗装が必要そうです。800番でヤスリがけしたものは、そんなに他のものと大差がないですね。400番でヤスリがけしたものです。これは、金田和紙で磨いた感じになってるな。面白い結果ですね。現在、リクエストいただいているものの裏で、銀塗装が必要な機体を作っているのですが、半艶白下地の控えめ塗装で、作っていきたいと思います。プラ版検証の次は実践で確認だな。なんとか、9大点レベルの作品にできるよう頑張ります。それでは、引き続きプラモを鋭意作成していきますので、また、よろしくお願いします。長い時間のご視聴、ありがとうございました。